皆さんごきげんよう、上川薫です。今回取り上げる話題は、日本で事故を起こしたアメリカ海軍の将校がいます。この事故によって日本人2人が亡くなりました。日本の裁判所はこの人物に対して自動車運転過失致死傷の罪を認め有罪としました。ところがこの人物、日本での服役が終わらないうちにアメリカへ移送され釈放されてしまいました。これだけでも問題があるなと思えるのですが、ネットで話題になったのはその後、この人物を擁護する人たちの中から日本に謝罪を求め批判する人たちというのが現れています。日本側からしてみれば、アメリカの軍人が日本の中で事故を起こし、有罪判決を受けたにもかかわらず、刑期を全うしないうちにさっさと社会へと戻る。さらには、日本批判の理由とされてしまうなどかなり納得のいかない部分があり、ネット上で話題となっています。今回はその件について、どのようなことが起こっているのかについて解説していこうと思います。それではまずは発端となった自動車事故を伝えるニュースから。2021年、富士宮3人死傷事故でアメリカ軍人起訴、居眠り運転か。富士宮市で5月、居眠り運転で蕎麦屋の駐車場に突っ込み、駐車場にいた男女3人を死傷させたとして、静岡地検沼津支部は自動車運転処罰法違反、過失致死傷の罪で、神奈川県横須賀市、アメリカ海軍軍人、アルコニス・リッジ・ハネマン容疑者を起訴した。起訴状などによると、ハネマン被告は5月29日午後1時10分頃、富士宮市三宮の国道469号で乗用車を運転中に居眠り状態に陥り、国道沿いの飲食店駐車場に突っ込んだ。計4台の車と衝突し、その間、同市の佐野聖子さんと静岡市清水区会社員遠藤さんを死亡させ、同市の女性に軽傷を負わせたとされる。そして2024年1月13日、日本で交通事故を起こし服役のアメリカ海軍将校を釈放、本国に移送後、日本で3人を死傷させる交通事故を起こして、禁錮刑が下され、服役中にアメリカへ移送されていたアメリカ海軍将校の釈放が認められ、刑務所を出たことが13日までに分かった。家族によると、アメリカ釈放委員会の決定を受けた出所は12日朝で、日常生活の監視対象になるなどの条件は付けられていないという、つまり完全なる釈放状態です。アルコニス受刑者は2021年5月、認知の日本で2人を死亡させ、1人を負傷させる事故を起こし、過失運転致傷の罪で禁錮3年の判決を言い渡されていた。同受刑者は家族と一緒に訪れた富士山から戻る途中の事故で運転中に急性高山病に襲われ意識を失ったなどと主張していた。この訴えは翌年7月に退けられていた。アルコニス受刑者の家族も過失は犯しておらず病気に陥ったための事故と弁護。日本の習慣にのっとり被害者の遺族に100万ドルを超す慰謝料を支払ったとも説明していた。さらに裁判などの進め方で日米地位協定の違反があったとも指摘。外国で有罪判決を受けた受刑者を母国に移送し、残りの刑期を務めさせることが可能な国際協定の適用も求めていた。日本は2003年にこの協定に加わっていた。記事の最後で残りの刑期を務めさせることが可能な国際協定の適用も求めていたという話なのですが、アメリカに引き渡されたその直後に釈放していることから残りの刑期を免除したというふうにしか見えません。CNN は以前、同受刑者のアメリカへの身柄の引き渡しにはハリス副大統領とサリバン大統領補佐官の直接の尽力があったと報じていた。左の写真がハリス副大統領と受刑者の日本からアメリカへの引き渡しを求めていた家族の写真です。アルコニス中尉の家族がホワイトハウスの外でバイデン大統領に対して仲裁を懇願する運動を展開していました。そしてハリス副大統領は日本の岸田首相に対し内々にアルコニス中尉の拘束問題を提起したと CNN は報じています。日本で2人の命を奪ったアルコニス氏なのですが、この釈放を受けてアメリカでは様々な受け止め方がされています。その中でもやはり気になったのは、これを非常に素晴らしいニュースだと報じている人がいることです。批判する側の人たちは、日本によって不当に逮捕され服役を課されていたという風な表現を行う人が多く、一方において反対派の方は罪を日本で犯したのであるならば、その罪を償ってから釈放するのが筋だといった真っ当な意見もあります。そして
インターネット上で特にここが大きな話題となっていたのが、日本を批判する人物の中にアメリカの国会議員がいることです。アメリカ共和党議員マイク・リー氏は X でこのような発言をしました。海外に派遣されている間、軍人の家族が直面するリスクがある。予期せぬ緊急事態による交通事故で投獄されることはその一つであってはならない。日本はアルコニス一家とアメリカに謝罪しなければならないと発言したのです。日本で交通事故を起こして2人の日本人の命を奪ったこの軍人なのですが、アメリカの上院議員マイク・リー氏は、日本こそこの軍人とアメリカに対し謝罪せよと批判したのです。共和党の議員であるマイク・リー氏は、トランプ大統領時代、最高裁判事の候補の一人にトランプ大統領が挙げるほどのトランプ派の議員です。マイク・リー氏は当初から今回の事件に対して不当な逮捕であるとしてアルコニス氏の身柄を米軍に速やかに移すよう日米両政府ともに批判していました。もしも日本がアメリカに身柄を引き渡さないのであるならば、日本の求める米国製兵器の輸出を止めるなどの発言を行っています。ただし、バイデン政権下において共和党の特に上院議員がこのような権限を持っていることはありません。ですからあくまでも妄言の類です。共和党の政策の一つの中に、アメリカこそ最も大事にしなければならないという基本政策があります。この政策それ自体は別に目新しいものではなく、各国において自国の国益を最大化しようという考え方はどこの国も持っているものであり、そのこと自体が否定されるものではありません。ただし、問題なのはそれが行き過ぎると自国優先だけではなく、自分の国以外を差別するような方向へと話が進みがちになってしまいます。特に共和党の内部においては、白人至上主義の人たちも非常に多いといった問題も抱えています。アメリカは移民の国です。移民の国ですから多くの国々から多くの人々がやってきます。しかし、白人層にしてみると、だんだんと自分たちの立ち位置といったものを脅かす存在として、海外から入ってくる移民を排除したいという気持ちが高まり続けています。合法的に入ってきた人々もたくさんいるわけで、それらの人たちがアメリカの巨大企業の指導者層に多くいます。しかし、そういった問題から一旦横に目をそらすと、中南米をはじめとした貧しい国々からの不法移民の人たちも大量にやってきて、白人層の労働を奪うといったこともしばしばあります。多くやってくる不法移民は、そもそも不法と頭につくぐらいですから、多くの意味でアメリカの負担になります。犯罪率の上昇であったり、麻薬の蔓延などにも、これらやってくる貧しい人々が犯罪組織の手下として活用されることなども日常化しています。そのような中で共和党は見捨てられた人々とみなされているような白人労働者たちを中心として、あなたたちを決して見捨てないという政策を掲げることによって彼らを評伝としています。これもまたやはりそのこと自体は別に悪いことではないのですが、先ほども述べたように一つの政策が行き過ぎると問題を生み出します。白人を守ろうといった気持ちが強すぎると、他の人種に対するいわゆる尊重といった理念も失われてしまいます。日本に対する非常に攻撃的な言葉が続くマイク・リー氏なのですが、これは共和党の中で彼だけが特殊といったわけではない点については注意する必要があります。今回の事件を起こした海軍将校の釈放に対しても批判的に意見を述べる人もいる一方において、これに賛同支持する人たちも一方には存在するのです。意見が多様である社会だというふうに捉えることもできるわけですが、その比率といったものを考えたときに、日本の方がきっと悪いに違いないみたいな思い込みに準じたような意見といったものも多数見られるところから、差別意識がかなり表立って出現しているように私には思います。そもそもこの事故に関して言っても、富士山登山の帰りで急性高山病を発症したんだといった話も、私から見るとちょっと眉唾で、罪を逃れるためのかなり強引な詐病だったのではないかと一見して思います。どちらにしてもそうなのですが、殺人を起こす気で運転していたわけではないといったことから、自動車事故といった範疇を超えるわけではありません。しかし、そうであったとしてもやはり日本で事故を起こし、日本人2人が亡くなり、そして裁判所で定められた刑期を全て終了する前に
アメリカに引き渡された途端に釈放されるというのは、やはり釈然としないものがあります。日本で罪を犯した以上、日本国内で刑期を包み上げてから強制国外退去といった手続きを取る方が基本的には良いですし、そうでなければ引き渡し後において必ず刑期を全うさせるような条件付けといったものを交渉すべきでしょう。というわけで今回の動画では、日本で事故を起こし2人の命を奪ったアメリカ海軍将校、日本で有罪判決を受けたのですが、アメリカに引き渡された直後に残りの任期を免除され釈放されるといったことがありました。それに加えて、あたかも日本の方が不当逮捕、そして不当な有罪判決を下したかのような物言いをアメリカの共和党議員が声を上げていることを取り上げました。皆様今回の意見を聞かれてどのようなことを思われたでしょうか。ぜひともコメントしていってください。それでは動画を最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録していない方はぜひともチャンネル登録していってください。そして動画を見終わった後にはスーパーチャットも利用してくれると嬉しいです。それでは次の動画でまたお目にかかりましょう。またね。